あなたの知らない日本の音世界。今回は世界初メタル尺八エアリード X を開発した尺八演奏家で正管師の三塚幸彦さんの工房にお邪魔しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、はい、そのメタル尺八の音、そして竹製の通常の尺八の、音両方をちょっとお聞かせ願いたいんですけれども、はい、どっちでしょう。わからなかったです。どちらが竹で、どちらがメタルか。ありがとうございます。これはやはり素人考えからすると尺八というものは竹製であるから尺八であるというようなもうイメージでもう凝り固まってるんですけれども、金属だから金属の音がしそうな気がしますよね。気はしてたんです。ところが同それはしじないと。全く差が感じられないというか、これはそもそも尺八って何なのかっていうことになると思うんですけど、はい、音色の違いをね、よく例えば皆さんバイオリンなんかで比較よくすると思うんですよ。でストラディバリウスの時代のバイオリンは300年以上の時を経て木がそういう風になってるので音がするとか。であれはやっぱり木が本当に振動するので。でもこういう管楽器っていうのは実は振動している部分は中の空気中なんですよ。その振動をきちっと抑え込んでいるのが外側の材質なんで、この材質が振動しなければ同じ音がするんですね。中の空気中によってこの外のもしも、外側が振動しちゃったら音は出ない。つまり吸収されちゃう。だから分かりやすく言うと多分紙の筒は鳴りません。中で空気中の振動が起きようとしても紙も振動しちゃうから振動が起きないっていうことだけなんですね。だから、その中の空気中をきちっと抑え込んで鳴ってるこの管楽器っていうのはある程度の硬さ、質量がある程度までいくと、ほぼ同じ音になっちゃうっていうことなんで、竹だからこの音がしてるってわけじゃないんですよ。ということは極端なことを言えば、今回メタル尺八ですか、はい、メタルでなくてもよかったっていう。そうですね。メタルでなくてもよかったかもしれないけども、例えばプラスチックとかただプラスチックの楽器っていうのはなんか本物っぽくないじゃないですか。だから今ねプラスチック減らそうと言ってる時にあえてプラスチックでっていうよりやっぱりそうだな、やっぱり楽器の中で本物になれるためには楽器らしさ、木か、金属かなみたいなところで金属を選んでるっていう。あとはもう一つやっぱ精密加工が可能であるっていうことです。三味線とかですとやっぱり銅が共鳴するので、はい、やはり材質とか、中の彫りとかがとても重要に。弦楽器は振動しているのが弦であってその振動を共鳴体に響かせるということになるのでいろんな材質が関係してくるんですけど、これは金属が振動するっていうことはもうしなければしないほどいいということになっちゃう。逆なんです。
中のその空気の流れが流れというか蜜張っていうのができるんですけど、の渦のようになってるんですか、その流れというのは。ここに空気が当たると、歌口に、はい、歌口にここに流れると空気がこう引っ張られて外に一回出るんですけど、この中で空気が薄くなるんでピュッと戻るっていう現象がここで起きてるんです。これがエアリード、見えないんだけどここにリードがあるように動くんでエアリード楽器っていうんですけど、リードはなし、だからここで、こういうのがブルブルブツブツブツリード楽器はこれね、2枚のとか1枚のビリビリビリっていうこれを増幅させていくんですけど、これ目に見えないけどここに空気の振動がある。だからよくなんかこの中に空気が流れるか音がするっていう人もいますけど、別に流れてないです、空気は。素人はそう思ってたね。だからその竹が振動して竹の音がするんだと。そうだから竹の材質だと何かすごく複雑な倍音が出てるんじゃないかみたいな。で竹の場合はこれ手で作るので、複雑な倍音っていうのは中のこれから言うと中の要するに不具合ですよね。ちゃんと作れないわけだから、そういう微妙な不均一さが独特の倍音を出すことは出すんです。だからそれがいいのか、精密に作った方がいいのかは、これから検証していきたい。多分こっちがいいと思いますよ。あとはだからもう全部同じになったら最後に残るのは人間の個性だけです。ということはよりその人の音楽性がそういうこ出しやすいとですよね。ということですね。真っ白なところに自分で絵を描くような感じ。いい表現ですね。だから真っ白なキャンバスなのか、ちょっと若干下絵が描いてあるのに絵描くのはちょっとどうですかって感じですよね。芸術表現としては。真っ白であってほしいっていう願いがいろんな人たちにあるので、演奏家には絶対そういうのがあるはずです。なるほど。だからこういう真っ白な楽器を作るっていう。ということは反対に今何か癖を持って吹いてる人がそれを吹いた時はすごく吹きにくいっていうこと。そうですね。だから多分そういう人たちは多分先に下絵描いてあるキャンバスに色つけてくれるような人たちだったんじゃないですか。だからちょっと下絵がないんだけどって言ってるような話ですよね。なるほど。だからもしも自分の心の中に音楽をやりたいってものがあったら真っ白であった方が僕はいいと思う。つまり竹の場合は竹の個性というものがやっぱりそこに加わってしまったりとかいうことになる。竹の個性、そうですね。よく竹の個性っていうとなんか素晴らしい感じがするんですけど、結局物理的に言ったら太いから穴が深くなるとか、ね、それから柔らかいと音は吸収されます。柔らかいと竹が中の空気中の振動に合わせてちょっと振動する部分があるんで、その周波数帯は吸収されちゃうんです。だから柔らかい竹で作ると柔らかいです、音が。だから硬ければ硬いほどこれに近くなってくる。大体でも硬い方がいいって言われてるんで、だからもっと硬い方がいいんじゃないですかっていうことですよね。やはりその、尺八をやっている人の音の理想っていうのは硬い竹、硬い材質のものでの方がいいというふうに。そうですね。大体はそういうふうに思ってるんです。だから経験として分かってきます。それは同じ管楽器でもフルートもね、金とかプラチナがいいっていうのは高いからいいって言ってるんじゃなくて、本当にあれは硬い、銀よりずっと硬いです。で、重いです。だから音を中に封じ込めて、音の変換効率がものすごい高いんで、あっちがいいっていうことなんですよね。だから貴金属として高いからあっちがいいと言ってるわけではない。たまたま。だからもうこれも本当は金で作ったらもっといいんでしょうけど、それは重いんで、これは今アルミニウムになっています。そもそもこのメタル尺八を作ろうと思われた何かきっかけとかありますんですか？きっかけっていうか、そうですね。僕は演奏もしながら尺八を作っているので、自分の理想的なものを追い求めようと思ったら、例えば僕一人でいいんだったら、これずっと使ってる楽器をとにかく毎日調節して、どっかで完成させればよかったんですけど、やっぱり尺八を作って人にも供給しようと思うと、これと同じものをくれって言われてもないですよね。竹がまずない。同じ竹は存在しない。そんなことがあって、僕も選手尺八工房っていうのをやっていて、その中で、例えば、そうですね。今オリジナルタイプっていうタイプのものを僕は作ったんですけども、
そう言われても全部が同じわけではない。そこはちょっと心苦しいというか、やっぱり一般的ななんですかね、いろんなある型番があって、これって言ったら全部全ての人が同じものが手に入るっていうところまで行きたいなっていうのはずっと昔から思ってたわけで、そういうのを完成形ということで、こういうものを作ったっていうことなんですけどね。このメタル尺八に行かれる前に、それではその泉州工房のオリジナルの竹製の尺八というのをまず開発された、ということなんですね。このオリジナルの竹のその尺八というのは、通常の尺八とどういうところが違っているのですか？通常と違うっていうとなんか変な言い方なんですけど、尺八も例えばずっと昔できた頃は竹の中の節を抜いただけのねものにポンポンと穴開けてカット歌口で作ったっていう非常に原始的なところから少しずつ進化していくわけです。こう進化はしてるんですけども、初めからこうあるべきだって分かって作ってきたわけじゃないわけですよね。ですよね。そうですよ。楽器ってそうでしょ、みんな。試しにこうやってみたらよかったから、じゃあこれ採用っていうことが積み重なって、そのうち理論的なものが発見されてくるわけですけど、竹も尺八も同じです。未だに全ての楽器ってその理論っていうのは多分ないと思います。経験値でしかない。最初は、どこに穴開けていいんだか分かんなかったから、最初に発明されたね、ある種の定義みたいのがあって、全長10で割って全長10で割って、そしたらこんな単位ですよね。でこれを2のところに開けたのが第1項、あとは111と開けたらいいんじゃないかっていうのを発明されたんですよ。その穴の開け方だけど、楽器って本当こっちからの距離測らなきゃいけないのに下から測ってねっていう、不思議なやり方なんだけど、それにしても随分近いところに開けられる法則を作ったっていうのはすごいことなんですけど、それだけのことで、別にその科学的にそれが正しいわけではない。でだんだんそういうことをやりながら、西洋音楽も入ってきて、実はこの音は本当にここからこの距離にあった方がいいんじゃないかっていうことになりながら、尺八の穴の位置って少しずつ変わっていくんです。で多分日本人っていうのはいきなり変えるのは嫌いなわけです。で僕もいきなりこういうのを作るとみんなから嫌われました。あんなもの尺八じゃない。だけどよーく考えてると少しずつ変わっていくんだから、こう変わった変化をずーっと先に伸ばしてこうなんじゃないのかって予測はつくんですよ。なので僕はそれを作ってみたわけですよね。それがオリジナルタイプ。今のこの変化を延長させて行き着くところどこだろうって考えたら、多分こういうところに穴が開くはずだっていうものを作って、多分尺八の行き着くところはこういう形になる。それを予想して作ったのがオリジナルタイプっていうことなんです。まず穴の位置、大きさから始まったんですか？あと長さもね。長さもどんどん長くなってきます。一尺八寸って言うけど、もうこれ一尺八寸超えてますんで。そうなんだ。はい。でそれから歌口の研究をされたんですか？同時です。そうなんだ。でやっぱり歌口がそのエアリードだからそこが重要。そうね。その歌口の理想っていうのはどういうものを求めたんですか？例えばこう吹くときにこうは吹かないよね。こうも吹かない。こう吹くんでしょって言ったらこの角度決まりません？決まる。ね。だからこの角度を決めたら口はこっち向いてるんだから、そういう時に風の向きここにこうなるのが理想だよねとかっていろんなこと考えると必然的にこの形は決まりますよね。こういうふうに決めた時にここの、開口面積っていうんですけど、この大きさによって音程が変わる。それはメリカリっていうんですけど、メリカリとは指穴の通常の開閉だけで出る音程よりも低い音をメリ、高い音をカリと表記します。また顎を引いて歌口の開口面積を狭くし音程を下げることをメリ、反対に顎をやや上げて歌口の開口面積を広くし音程を上げることをカリと言います。一瞬今ふっと上がったと思うんですけど、どこに口が置くのが一番いい効率がいいかって決まったらこの開口面積決まるんで、その時にこの音がドレミのレになるように長さを決めるっていうためにはここを固定しないと決められないっていう。なので歌口も長さも同時に決めていく必要があるんで、そういうようなことで研究してきたっていうことです。ということはすごい素人考えなんですけど、
いろんな工房ありますけど、じゃあ尺八はこれが一番なるっていう、その理想の歌口っていうものはもうすごくもうみんな定着してるんですか今？随分変わりつつあるっていうふうに見てますけど、もともとは多分ね、今採用されてるというかちょっと前までは多分これを竹切るときにこうやって斜めに切る人いないんですよ。まっすぐ切る。まっすぐ切るよね。そうです。普通に考えるとそうです。まっすぐ切るからここがまっすぐなってるだけです。でこう当てたら痛いからここを落としたっていうのが、それで斜めになる。そう斜め、ここがね。でもこれはこうやって斜めにこうやってカットするとここ別にこうなって当たらないんで痛くない。だからまあそういうことで多分じゃなくて別に考えて作られたわけじゃないんです。今までの楽器は。じゃあ今までの楽器はまっすぐ。まっすぐです。そういうとこ見たことない。でそれをずっとそうだからこういうの見てまあなんか見たことないよってみんな言うんですよ。それは見たことあるわけないじゃないですか。初めて作ったんだから。だからこれだけど少しずつそれもこうなってるんです。だからどこまで行けばいいのか。だからこの角度をこうすればするほどいいのかってそうじゃないですよね。これを超えるともうダメになります。だからこういうのは実験でここまでやったこれ一良かったけどもっとやったらダメになりましたっていうところまでやってみたら一番いいところが分かるっていうことですよね。でここの角度も同じです。もっと普通の楽器は鈍角になってる。だけどその理屈をいろいろ考えたらここに風が当たったら一番最も効率よくエアリードが起こるって分かるんだったら何もこんな鈍角にしておく必要ないですよね。これ鈍角だったらこうやって吹かなきゃダメじゃないですか。だけどこれがこう上がってんのは今の楽器だから、そうするとどうしなきゃいけないかというとよくあるそういやこういう顔をしないとここにこういかないっていうことなんです。だからそういう顔して僕は吹きたくないんでかっこよく吹きたいもんね。普通の顔のまんまじゃあ演奏しますって言ってだからやりたくないでしょ。水香さんも吹いてる映像を見ると本当に自然でなんか力なく吹いてる、それでやっぱり人間って顔は感情だと思うんで、初めからこれ例えばこの感情で吹かなきゃいけないからなんかバイアスかかってるような気がする。なんか普通のまんまさあ悲しくってここから悲しくなっていったり楽しくなっていったりするんだけども、この顔から始まるとなんか音楽ってなんかそこから始まるのみたいなのが嫌だった。一番空気が命中させやすいのっていうのはみんな同じでしょ。ローソク消したり、その時に消さないですよね。ちゃんと見てるところにこれ多分ずっとやってるからこの顔が一番空気命中させるというか絶対あそこに行くって分かる口なんですよ。その時にこう自然にポッと当たったら鳴る歌口だったらこうやって簡単になるから普及のこと考えてもその方がいいんじゃないですかって僕は思ってるんですけどね。ただあまり見たことない形だからいやあんなものっていう人たちはまだまだたくさんいますけど、まあ今から何十年も経ったらこうなるでしょうきっと。それでその吹き方も研究してた。そういうことですよね。